オリンピックと税金種目別補助額ティア表、冬季種目を含めた日本のスポーツ予算競技力向上事業の配分ティアについて現状の勢力図をまとめました。日本のスポーツ界ではメダル獲得数や世界ランキングに基づき夏季冬季それぞれの競技が投資対効果によってランク付けされています。 S ティア日本の顔、絶対的メダル圏内年間5億から10億円規模。このランクは五輪で複数の金メダルが確実視され国のスポーツ予算の柱となる競技です。夏季では伝統的なお家芸である柔道やレスリング、体操に加え近年圧倒的な強さを誇るスケートボードやフェンシングがこの位置に君臨しています。冬季においては世界的人気と実績を兼ね備えたフィギュアスケートが筆頭です。さらにメダル量産が期待されるスピードスケートや世界トップレベルの選手がひしめくスノーボードも多額の強化費が投じられる最重点種目となっています。エイティアメダル候補がひしめく重点強化年間2億から4億円規模、金メダルの可能性がありかつ入賞者が続出する勢いのあるグループです。夏季は卓球やバドミントン、スポーツクライミングなどがここに含まれます。これらは海外転戦が多く渡航費やコーチングに多額の税金が投入されます。冬季ではスキージャンプが代表格です。特に高梨沙羅選手や小林陵侑選手のような世界的スターを擁し次世代育成にも力が入れられています。またフリースタイルスキーモーグルなども日本が伝統的に得意とする分野として手厚い支援を受けています。リーティア入賞メダル争いの中核年間1億から2億円程度、メダルに手は届くものの層の厚さや安定感で SA ランクには一歩譲る競技群です。夏季ではアーチェリー、テニス、馬術、さらにバレーボールやバスケットボールなどの団体球技がここに含まれます。冬季ではカーリングがこの位置に定着しています。ピョンチャン北京大会でのメダル獲得により評価が定着し専用リンクの確保や海外遠征への公的支援が安定して行われるようになりました。CTI 化出場と育成の段階年間数千万円から1億円未満、国際的な競技力が発展途上にある、あるいは競技人口が限られている種目です。夏季は近代五種やカヌー、ハンドボールなどが該当します。冬季はアイスホッケー、ボブスレー、スケルトン、バイアスロンといった反り系や雪上耐久系の種目です。これらは専用の練習施設が国内に乏しいこともあり海外遠征への依存度が高い一方で実績面での評価から予算が抑えられる傾向にあります。まとめ税金投入のロジック、こうしてみると税金の投入額は競技の人気よりもメダルの取りやすさと海外遠征の必要経費に直結していることがわかります。冬季種目は氷上、雪上の特殊な環境を維持するために維持費がかさみますがそれ以上に世界ランキングを維持するための海外遠征が必須であるためフィギュアやスノーボードといった勝てる種目に予算が集中する構造になっています。おまけ、サッカーや野球などはプロリーグ側からの資金が圧倒的に多いため国からの強化費という枠組みでは B から C ランク相当の金額数千万円から1億円程度に収まることが多いです。税金以外の資金、国から競技団体に渡る直接の強化予算税金は全体の資金の一部に過ぎません。実際には以下のような多額の民間資金や公的な枠組み以外のお金が選手を支えています。税金以外の公的マネー、前回挙げた競技力向上事業費以外に大きな財布が存在します。スポーツ振興くじとトビックの収益です。これは税金の枠外ですが実質的には公的な支援金です。年間で200億円から300億円規模が選手個人や団体、施設の整備に充てられています。また国立スポーツ科学センター JISS の維持費もあります。選手の遠征費とは別に多額の予算をかけて MRI や低酸素質、データ解析などの科学的サポートが提供されています。これらは競技団体の予算にはカウントされませんが実質的な支援です。実業団という日本独自のシステム、ここが最大のポイントです。日本の選手の多くはトヨタ、富士通、ANA といった大企業の社員や所属選手として活動しています。企業が肩代わりするコストには選手の給料、遠征の自己負担分、練習拠点の維持費などがあります。これらを企業が広告宣伝費や福利厚生費として支出しています。大手実業団チーム一つを維持するのに年間数億円から10億円以上かかることもあります。これが国内に数多くあるため民間企業による支援の総額は国の税金をはるかに上回ります。個別のスポンサー契約とクラウドファンディング、トップ層になればユニフォームのロゴや CM 出演料などの個人スポンサー契約で数千万円から数億円を稼ぐ選手もいます。一方でマイナー競技やランクの低い選手は税金だけでは足りないため以下の手段で補っています。自腹や借金というケースも現実に存在します。またクラウドファンディングで遠征費を募り一般から数百万円集めるケースも近年急増しています。まとめると日本の選手育成を支えるお金のイメージはハイブリッド型です。税金 15% にフォトビック 25%、企業や実業団 50%、そして個人のスポンサー料や自腹 10% が組み合わさっています。つまり税金把握まで活動の基礎となるベースキャンプでありその上に民間企業や個人の努力による莫大な資金が乗ることで初めてオリンピックの舞台に立てるという構造になっています。いかがでしたか。この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。